안녕하세요。僕はソウル出身のリンと申します。2013年、日本人と結婚し、そのまま関西に移住しました。どうぞよろしくお願いします。はじめまして、ソウルから移住したリンと申します。よろしくお願いします。僕は普通に日本で消費税やら住民税やら払いながら暮らしている、ただの外国人労働者みたいなもんなんですけど、今現在、韓国と日本で恋愛中のカップルもいれば、そろそろ結婚を考えているカップル、もしくは今からちょっと交際相手を探している方がいらっしゃるかもしれないんですけど、自分たちのケースがそういう方々に少しでも何か参考になればなっていう気持ちと、自分のチャンネルの起承転結のついでにちょっと自分たちの出会いから結婚までの流れって言いますか、それをちょっとざっくり語らせていただきます。自分は昔から大の日本好きで、多分その始まりは確かファミコンからだと思いますね。で、ゲームしながら文字を覚えて、次は、音楽、アニメで、日本の方との文通といいますか、そういうのをしながらずっと勉強し続けて、もうついには2018年頃、待望の東京へのワーホリ留学ももう行ってきたんですよ。ワーキングホリデーとは、協定国同士お互いの国に一定期間自由にお仕事しながら滞在できる制度を言います。一般的には18から30歳限定で、滞在期間は1年間ですけど、国によっては違う場合もあります。1年間のワーホリ帰国後、ちょっと通っていた短大を卒業して、そのまま日本語を活かす仕事に就きましたけど、語学だけでできる仕事の限界を感じて、ちょっとIT 業界に転職して日本人向け旅行会社でウェブ開発に勤めていました。妻の場合は自分のようにあれこれ全般的にハマったっていうよりかは、もう一言でまとめると東方神起ですね。その勢いで、韓国のオハクタン、日本語の発音で語学堂って言いますか、韓国の大学が外国人向けで設けている語学研修プログラムですけれども、そこで1年間留学したそうですね、まず。で、その留学が終わって日本へ帰国して何かが物足りなかったのか、もう一度ワーホリビザを使ってまたソウルに訪れて、まさかの自分が通っていたその日本人向け旅行会社に入社しました。そうですね。僕たちの出会いはそんな感じだったんですけど、もう出会ったからってみんな恋人になるわけではないですよね、もちろん。で、ちょっと個人的なことになるんですけど、当時自分も20代で若かったし、なんだかんだ地元の女性たちといろいろ付き合いはあったんですね。でもうまくいかなかったのと、同じ国同士で同じ言葉で喋るっていうのがもう多分自分には何か物足りなかったんでしょうね。それで今通っていた会社をあと3ヶ月だけ頑張って、すごい漠然ですけど、オーストラリアにワーホリでも行ってこようかなっていう思ってたところ、前述した通り、現在妻となる彼女が入社しましたね、うちの会社に。それで昼休憩の時にいろいろちょっと話を聞いてたら、窓のないワンルームに暮らしてて、留学時代の友達ももうみんなも帰国して、特に友達もソウルにいないらしく、ましてや会社の激務に追われてて、追われてる姿見てたら、なんて言いますかね、自分のワーホリ時代をちょっと思い出してしまって、いろいろ守ってあげたくなったんですね。気がつけば自分が猛ダッシュして、なんだかんだ交際がスタートしたって感じですね。楽しい時間ってもう一瞬ですよね。うっすら気づいてはいたんですけど、もうそろそろ彼女のビザがもう終わりを迎えようとしてたんですよ。先ほど軽く説明は入れましたけど、このワーホリビザっていうのは
対象の国で1年限定ですので、僕はもう日本で使いました。彼女はソウルで使いました。結果、もう僕らには一緒にいられる資格がもうなくなっちゃったんですよ。このまんまだったらもう遠距離になるしかない状態でしたね。20代半ばで今更学費かけてどっちかの国で学生ビザもらうってのはなんか微妙ですし、とはいえ遠距離は遠距離で大変なんで、いろいろ悩んでたところ、自分の親に相談したらまさかの答えが結婚したらやったんですよ。今まで十分自由奔放に生きてきたと思うし、そろそろもう家庭持ってもいいかなっていう気持ちと、一緒にいられる方法って意外と結婚の方が一番無駄のない確実な選択肢かもしれないなと思いましたね。いやー、でも結婚、しかも韓国と日本の国際結婚ですよ。彼女のご両親は大丈夫かなとか、結婚式はどこでやって、新居はどこになって、お仕事はどうなるんかなとか、今思えばただごとじゃないことを交際6ヶ月の存分で若さと勢いであまり深く心配せずに踏み切れた気がしますね。でも幸いお互い長男長女じゃなかったからか、彼女のご両親からもクールにご承諾いただきました。多分夏季休暇の時に一度ご実家にご挨拶行けたのが効果があったと思いますね。前回僕たちの出会いから結婚が決まったところまで説明しましたけれども、いざこの状況になると誰もが気になるはずの問題です。結婚式はどこの国で、韓国、日本、それとも両方。そりゃあお金があれば両方とも行うのが一番いいんでしょうけど、僕たち貯金のない20代が出会っただけだったんで、そんなできるわけがなかったんですよね。ただ幸い嫁のお客さんが少なくて済むということを聞いたので、結果自分の地元ソウルだけで行うことになりました。それでは場所というか、まず国だけが決まりましたね。次に結婚準備ってなるんですけど、何からしたらいいんですかね。初めての結婚式やし、何もかもさっぱりわかんない中で、カンナムエリアのコエクスっていうところでたまたまウェディングフェアがあるって話を聞いたので、ちょっと様子だけ見に行ってみたんですよ。なんかを決めるんじゃなくて、様子見だけで。で、普通の展示場みたいに、展示会みたいにもう自分たちで自由にブース回りながら見れるんかなと思ったら、なんか入り口の段階で「はい、この方が今日のプランナーさんです」みたいな感じでずっとついてて、もうまずはスドメっていうものをやるのですよと。スドメっていうのはスタジオ、ドレス、メイクの略らしいですね。せっかくやしついでにって感じで見積もりとか見てもらったら、よくある商売あるあるですけど、今日のご制約でしたらこういう割引が効いて、こういう特典がついてとか。でもよう考えたらもう時期的にそんなにのんきではいていられないかなっていう感じもしたので、結果その日いろいろちょっと決めていく流れになっちゃいました。それではまずこのスドメ3項目について、それぞれ3社ぐらいおすすめのところを見せてもらって、その中から僕たちの好みと金額で実際に決めた見積もりがこちらになります。いろいろ書いてはありますけど、簡単に言うとスタジオドレスメイクが前撮りと結婚式の2回分で合計およそ23万円ぐらいってことですね。せっかくなので前撮りの出来栄えもちょっと軽く披露いたします。ほとんどの韓国人はみんなこんな感じで大人な雰囲気のスタジオを選ぶんですが、うちの嫁、ちょっと関西人だからか面白さを求めてたので、ちょっとポップなスタジオに決めました。結果、こんなちょっとはつらつな写真も多いです。もっとひどいのもあるんですけど、ちょっと黒歴史になるのでこの辺までにしておきます。勧められたところがほとんどカンナムエリアでしたけど、もうなんかあのエリアがウェディングの聖地みたいな扱いでしたね。この動画を見てるどなたかも、もしソウルで結婚式挙げるってなるとカンナム巡りになると思います。次に結婚式場ですけれども、予算と空き状況を考慮しつつ、地下鉄2号線と5号線が通ってソウル駅とも近いチュンジョンロという駅で決めました。実際いただいた見積もりはこんな感じで、食事代が多分当日の人数分の計算だったはずです。もうすでに前述したスドメのあたりから日本の結婚式との違いが出てきたと思うんですけど、
この結婚式場あたりからもうとてつもない文化の差が出てきますよ。確か2年ぐらい前に日本の親戚の結婚式でもう少し垣間見せてもらったんですけど、日本って結構招待する人を厳選するって感じじゃないですか。確かもう韓国全然違いますよ。もう自分の食事代だけ持ってきたら基本的にもう誰でも OK のオープンな感じで、その際の食事代、いわゆるお祝儀ですね、それの相場いくらかっていうと、だいたい3000円から、当時ですよ、8年前の当時、だいたい3000円から5000円で、仲のいい友達とかだったら1万超えだったりしました。でどれぐらいオープンかっていうと、例えば誰かも知らない父親の同級生で、会社の先輩が一人で来るのが気まずくて連れてきた面識のない彼女さんも OK です。雰囲気大体予想できますか？それでは実際の結婚式の写真も一部披露しますので、ドレスやメイク、式場、雰囲気などを見ていただけたらなと思います。ちょっと嫁の顔を隠しちゃってるんですけど、結論的に言うとメイクは基本韓流スタイルになりますね。右からうちのおかんと、で嫁で義理のお母さんですね。韓服とドレス、着物っていう3つの衣装が揃ってるのが印象的です。でうちのいとこからウェディングソングを歌ってもらってるシーンですね。自分の親に育ててくれてありがとうございました的な挨拶をしているシーンだと思います。これピェベックっていう韓国伝統の結婚式の一部ですけど、もともとはお嫁さんが旦那さんのところに挨拶に来て行う行事ですけど、今時はウェディングホールで簡素に行うイメージですね。旦那側の親戚からいろいろ祝いのメッセージをもらうのがメインの内容になります。でここでちょっとお気づきかもしれないんですけど、嫁さんが旦那側に挨拶に行くっていう設定なので、これ本当は旦那側だけのイベントになるんですけど、今回はせっかく日本から義理のご両親がお越しになったということで、特例で一緒に写真を撮ることができました。そして最後の項目、新婚旅行ですけれども、最初はちょっと金銭的な理由でグアムあたりかなと思ってたんですよ。でもありがたいことに人生一度の旅行やし、もうちょっと思い切ってええんちゃうんっていうことで親が費用を少し足してくれたので、もう少しだけ頑張ってみることにしました。でせっかくっていう意味ではアメリカとかヨーロッパとかもいいんでしょうけど、ちょっと仕事しながらの結婚準備に2人とも疲れ果ててて、とりあえずもうゆったり休みたかったんですよね。それとちょっと嫁のリクエストがあって、天国と一番近い島ニューカレドニアにしました。実際もらった価格がこちらです。まず航空券ですが、韓国インチョンからニューカレドニアヌメアまで往復直行便で、宿泊がヌメアで2泊で、離島のイルデパンで2泊で、合計4泊6日間ですね。往復で18時間ぐらいかかるので、2日間ぐらいがもう移動で消えるって感じなんですよね。でその金額が、驚かないでくださいよ、これウォンですよ。424万ウォンプラス燃料サーチャージプラス自分らの旅費で、だいたい総額およそ50万円ぐらいかかった気がしますね。正直ちょっと痛かったです。それではこの費用でどんな旅行をしたのか、参考までに軽く披露したいと思います。まずインチョンからニューカレドニアの首都ヌメアまでの飛行ですね。確か直行便で9時間ぐらいで、自分の人生では一番長い飛行だったので、途中4時間くらいでちょっとしたパニック状態になった覚えがあります。でホテルに着いて飛行の疲れを吹っ飛ばすためにちょっと辛ラーメン、しかもブラックですね、を開けちゃいました。他の韓国人はもう箱で持ってきたグループもいましたね。で人生初の脱アジアプラス南国でしたので、もう目に見える全てがほんまに楽園に見えました。ちょっと物価は地獄でしたけどね。当時画質のこだわりもなく、景色もなんか目に焼き付けるとか偉そうなことを言って、ちょっとしょぼいデジカメで撮ってきたので、いろいろ画質の限界があります。そんな記憶なんか曖昧なもんですよね。もうとりあえず写真で残すしかないと思います。こっからがさらにやばかったですね。首都から離島に入りましたけど、これぞまさに天国でしたね。イルデパンっていう杉が多い島、なんか杉の島って意味でした。
韓国で見てた海とかがもうドブに見えるほどクラスが違ってましたね。なんで自分はソウルの都会でああやって頑張って生きてきたのかなっていう疑問になるほどの衝撃でしたね。この新婚旅行も日本と若干差があるんですけど、自分が見た感じ、日本って結構長い期間で入籍と結婚式と新婚旅行を行うってイメージでした。でも韓国はとりあえず新婚旅行と結婚式は近いです。もうカップルによっては結婚式終わって式場からそのまま空港へ直行する人がいるぐらいです。で、この結婚式の違いの話が出たついでなんですけど、結婚記念日ってどう思いますか？自分が聞いた感じ、日本の方で大体入籍基準ですよね。多分2人が同じ名字になって本当の家族になったっていう意味って聞いてるんですけど、僕らの場合は多分結婚式基準で言うんじゃないんですかね。なぜかっていうと、多分夫婦別姓の文化と、あとは大勢のお客さんの前でもう永遠な愛を誓ったっていうことだと思うんですよね、自分が見るには。そしてこれは自分が日本の結婚式に参加させてもらって思ったことですけど、日本にとってはちょっと失礼な考え方かもしれないですけど、日本のお祝儀でだいたい3万円からスタートですよね。で、その高いお祝儀にふさわしいぐらいお金かかりそうやなっていうイメージでした。で、そういう日本あるあるですけど、お返しの文化っていうんですか、参加しました、来てくれてありがとうみたいな感じで、なんかこういうちょっとしたプレゼントとかそういうのがあるから、結婚式を行う夫婦とお客さんの間で業者が無駄にいい思いしてるなっていうイメージですよね。またしても取り留めのない話になってしまったんですけど、ここまで自分の実際の結婚準備と結婚式、そして日本の結婚式との違いをざっくり説明させていただきました。自分たちの場合は韓国だけで済ましたので、先ほどお見せした金額を全部合算すると多分100万円ぐらいで収まったんじゃないかなと思いますよね。で、こっからもし特に新婚旅行あたりを旅行会社経由じゃなくて自分で調べるなり、あともうちょっと安いところを探してみるなりしてたら、もうちょい低い予算でもいけるんじゃないかなと思いましたね。どなたが韓国と日本とで国際結婚を考えている方がいらっしゃいましたら、8年前のことですけど、どうかこの動画がご参考になれたらなと思います。自分が日本移住に至った生い立ち、いよいよ最終回になりました。皆さんどう思いますか？いくら時代が変わっても、なんだかんだ家の大黒柱はまだ男の方が多い。せめて自分の周りを見てる限りはそういうケースが多かったです。うちの夫婦もそうですけど、そういう意味では国際結婚ってなると稼ぎのメインとなる人が自分のホームグラウンドで仕事をした方がいいのではってなりますよね。確かにそう思ったこともありますよ。移住したてで就活してた時ですか、結構落ちましたからね。それでも踏ん張って韓国ではなく日本で暮らすことに決めた理由を今からちょっと語らせていただきます。日韓夫婦が日本で暮らす理由1、所得の面。恥ずかしいですけど、自分はあんまり学力が良くなくて、ソウル所在の短大で終わってます。しかも理系でもなく日本語学科ですよ。なのでもちろんとも言えますけど、大企業なんかもう学歴でカットされても無縁で、当然中小企業との付き合いがずっと続きましたね。なので給料も休日も福利厚生も何一つ大して期待できない感じでした。IT 業界に転職してから、同じ IT だと日本の求人を見てる限り絶対こっちの方がマシだと思ったし、実際こっちに来ていろいろちょっと努力してみたら、もう韓国に住んでた頃と比べるともう比にならないぐらい状況は良くなりました。世の中に稼ぎのいい人なんかも山ほどいるし、自慢するほどでもないんですけど、ソウルに住んだ時の最後の会社と、休日だけでも比べると、前は土曜日各種出勤で、例えば今週土曜日が休みだったとしたら、来週土曜日は4時間の出勤があるとか、日本人向けの旅行会社だったので、もしなんかコンサートやらファンミーティングやらイベントとかがあったら、もうその週末すらもなくなりましたね。その分ボーナスはくれましたけど、でこんな勤務環境でぶっちゃけ基本給が確か15万円ぐらいだったんじゃないかなと思うんですよね、手取りで。で実際今はどうなのか、土日祝と、あとは勤続ちょっと長くなったので、
もう有給ほぼマックスに立ってます。で、年間休日で行くと多分余裕でさっき比べた会社と 1.5 倍以上になってるんじゃないかなと思いますね。所得の方はちょっと詳しくまで明かせないんですけど、まあまあだいぶ良くなりました。日韓夫婦が日本で暮らす理由2、住居の面。自分はソウル出身なのでソウル基準にしてみますね。興味のある方なら日本のすぐ隣にある国ですし、両国の領土の大きさを比べてみたことがあるかもしれないんですけど、どうでしょうね。韓国で日本の半分ぐらいですか。まだ終わってないですよ。そっからさらに北朝鮮と折半して残りの領土からの首都に人口の約4分の1ぐらい、約1000万人ぐらいが集中して住んでるので、もうソウルの住居形態はマンションだらけですね。飛行機で金浦空港で降りたことありますか？で、そう見たらわかると思います。もうどこもかしくもマッチ箱みたいなマンションだらけですよ。ちなみにこれは自分が学生時代を過ごしたベッドタウンなんですけどね、もうご覧の通り見渡す限りマンションだらけになります。すごいでしょ、ある意味。そのマンションですら自分が小さい頃住んでたベッドタウンにある1989年築のおよそ50平米ボロボロマンションが自分が移住した当時2013年ぐらいおよそ2000万円ぐらいでしたね。で、今はムンダレダレのせいでさらにおかしくなってもう4000万円以上にもなってます。まあこれあくまでも売買の相場の話で、まだ韓国にはジョンセっていう韓国独特の貸し切り感覚の住み方もあるんですけど、これは何かっていうと毎月家賃を払うんじゃなくて、まあ大体ですけどね、売買相場のおよそ半分ぐらいをちょっと大家に渡して、それで大体2年契約でその間家を借りることができる制度です。で、毎月家賃を払わなくて済むので、家を持ってない人からしたらすごく助かる制度でしたね。じゃあそのジョンセっていうのではあかんかったんっていう疑問が出てくるんですけど、でもあくまでもこの制度は、大家が貸し切りの代金をもらってそれを銀行に入れて、そこからの利息が期待できるっていう大前提が必要なんですけど、日本と同じく韓国もだいぶ金利が悪くなったので、どんどんこの制度がなくなって月払いか買うかっていう日本の不動産状況と非常に似てきていますね。前日したソウルでの給料、休日、この不動産相場です。もちろんちゃんとした大学出て大企業通ってる子には関係ないかもですけれども、自分は当時20代ではあったけど、これで幸せな家庭を築くっていう未来図はとても見えませんでしたね。日韓夫婦が日本で暮らす理由3、教育の面。まあ自分は結婚するってなると、なんだかんだ将来子供は作る予定でしたので、その子供たちの教育と将来も考えざるを得なかったですね。じゃあ実際韓国の教育はどんなものか。もうとっくに21世紀に入りましたけど、自分が見てる限り、未だに韓国はその儒教の思想が根付いてて、学歴が良くないとダメだとか、立身出世しなあかんとかっていう考え方が根底にあると思うんですよね。多くの学生が自分がやりたいことは何なのかっていうのを考えるよりかは、もう国語、英語、数学を中心に一生懸命勉強して、名門大を出て大企業に入って、もう金持ちになれという社会的雰囲気といいますか。で、これどれほど学歴を大事にしているかっていうと、日本のセンター試験にあたるスヌっていう試験があるんですけどね、修学能力試験っていう。で、試験当日誰かが遅刻しそうになったら、もう警察官が試験場まで送ってくれます。で、聞き取りの時間とかあるでしょ、英語とか。その時飛行機も飛んではいけません。そしてこの試験の成績が悪いってことで飛び降りる学生もそこそこいましたしね。学歴を重んじる上でこの他人と比べる国民性っていうか、それがちょっとすごくて、ちょっとストレスを与えがちな社会って言いますかね。ことわざもあるぐらいなんですよ。もう親戚が土地を買ったらお腹が痛いっていう。ほんま調べたら出ますからね、これ。
で、そこでちょっとふと自分のワーホリ時代のことを思い出してみたんですよ。2008年から1年間ぐらいでしたけど、社会のそういう雰囲気やら、国民性やらをちょっといろいろ考えさせてくれる経験がいくつかありまして、ワーホリ半ばぐらいから、早稲田大学近くのユニクロと自分が住んでた地元のお好み焼き屋さんで掛け持ちしてたんですけどね。で、ユニクロには結構な数の早稲田大学生がいたんですよ。で、自分的にはちょっと意外だったのが、ここがもしソウルで早稲田レベルのところの大学生でしたら、絶対肉体労働なんかするはずないんですよね。多分楽ちんで給料のいい家庭教師ばっかりやると思うんですよ。もう皆さん結構真面目で気持ちのいい汗を流しながら働いてましたね。で、そのお好み焼き屋さんには医者の息子さんですけど、フリーターしながら音楽をやってるらしいですね。これもびっくりなんですよ。これ、韓国やったら医者である親がそれを許すわけがないっていうか、絶対なんか家の恥とか、もう絶縁だわとか言われるはずなんですよね。みんながみんなじゃないと思うんですけど、自分が見てきた国柄的にはそうだと思います。そしてこれは自分自身のことなんですけど、ワーホリ当時24、25歳ぐらいですけど、今更ちょっとなんかスケートボードに魅力を感じて、日本でちょっと入門してみたんですね。ただ、一緒に滑る仲間もいないし、そんな上手くもなかったので、そういう種類の恥ずかしさはあったんですけど、ただあの年で20代中半でスケートボードの趣味を始めましたっていうことに対して疑問に思ったことは一度もなかったですね。ただ、ワーキングホリデーが終わって国に帰って久々にちょっと友達と会って近況を話してたら、一人がもう車を買ったらしいんですね。で、その時まるでなんか自分の DNA のどっかに刻まれてたかのような考えが浮かんできたんですよ。わー、なんか友達は車乗ってんのに俺はスケボー乗ってるんやっていう。で、ちょっとふと実感しましたね。俺はもう完璧に韓国社会に戻ってきたんやなっていう。子供世代がそういう思いをあんまりしないで欲しかったっていうか、そういうのもありますね。日韓夫婦が日本で暮らす理由4、その他いろいろ。これ国のビジョンとかになると必然的に政治的な話になるしかないんですけどね。あまりにも深くまで語り出したらきりないので、なるべく軽く触れるようにしてみます。韓国は北朝鮮と1945年から分断されてて、今は平和に見えますけど、実は北朝鮮とは1953年から休戦状態なんですよ。終戦じゃないですよ。休戦なのでまだ終わってない状態です。そして北朝鮮は未だに共産主義による朝鮮半島統一を諦めていません。これが未だに韓国の男性たちが軍隊に行かないといけない最も大きな理由でもありますけどね。そしてそういう北朝鮮の後ろには同じ共産主義であり、どんどんその力と影響力を周りに与えようとしている中国があります。で、ところが、そういう意味で日本はいかがでしょうか。まず島国なので物理的に離れてます。そして、アメリカの革新戦力である第7艦隊が駐屯しています。そして、もう今でも揺るぎない同盟関係であります。ここまでパッと聞いた感じ、どっちの国に不安を感じますか？こういう地理的な問題と、あとは出産率と人口の問題ですかね。日本も少子化でいろいろ心配されていると思うんですけど、でも実際はどうなんでしょうね。自分自身今子育ての真っ最中で、そういう環境だからかもしれないですけど、周り見てたら2人産んでる家とか3人産んでる家とかも結構いますよね。そういうのさておいて、普通にイオンモールとか行ったら子供たちめっちゃ多くないですか。で、日本って普通に全然賃貸生活スタートからでも普通に結婚して、で様子見ながら出産するのが当たり前の社会じゃないですか。でも韓国やったら賃貸生活ではまず女子が結婚してくれないですよね。自分自身ももし韓国人同士だったらもう結婚諦めてますよ、きっと。
で仮にもし賃貸スタートでもいいよっていう女性に出会えたとしても、その女性の家から絶対反対されますよね。うちの娘にどんな苦労させる気かみたいな感じで。その上で間違った不動産政策によって今もうまともに働いては絶対家なんか手に届かない状況になってしまってるんですよね。だからこの先絶対この結婚率、出産率はさらにもうどん底になると自分は予想しています。実際今現在 OECD 会員国の中でもうワースト1位らしいですけどね。ここまであくまでも個人の主観ではありますけど、一応自分が大人として自分の人生をかけて判断した結果はこうでした。今まで語ったような重い理由もあるんですけど、単純に軽い理由で言ったら嫁のホームシックとかもあったんですよ。絶対嫁が韓国に暮らしながらホームシックを患うよりかは自分の方がまだこの国で頑張っていけそうな予感みたいな感じですか。今でも何とも表現しづらいんですけど、この外人っていう立場から気楽に一歩下がって物事を考える心の余裕みたいなのがあるというか、例えばですけど嫁の実家とか行くじゃないですか。で自分がもし日本人で日本人同士だったら多分気使うところも絶対あると思うんですよね。もちろん人間として最低限気使うところあるんですけど、でも心のどっかでは俺は今日本の家庭でホームステイしてるんやっていうような考えがあったりとかですか。ここまでまた取り留めのない長い話になりましたけど、ここまでが自分が日本人と結婚して日本に暮らすことになった生い立ちとなります。またいろいろと韓国に関する情報などをアップロードする予定ですので、今後ともまたよろしくお願いいたします。